明かり。それは火を灯すことで視界に現れるエネルギー反応。火を明かりとするエネルギーを電気として初めて日本に持ち込まれたのが文明開化から数年が経過した頃でした。日本の首都東京。東京に初めて電灯が設置されたのは今から100年以上前の明治15年でした。当時は電球がまだ実験段階だったことからアーク灯と呼ばれる炭素棒を接触させることで放電時に発生するスパークを明かりとする電灯が一般的でした。ここ銀座に設置されたアーク灯を人々は文明の明かりと呼びました。石油ランプよりも明るく火事の心配もない。さらに電気さえあればどこでも点灯することができ、風が吹いても消えない。電気による明かりが初めて一般大衆の前に設置され、電気が便利であることが徐々に話題を呼び、電気の利用が広まっていきました。電気の歴史上では銀座にアーク灯が最初の点灯とされていますが、銀座に設置される前、実は電灯利用の実証実験が何度か開始されていました。明治10年頃、文明開化の幕開けと同時に海外から西洋文化が多く導入され、その一つに電灯設備が輸入されました。それまでの明かりはろうそくやランプを使用していたため、薄暗く明るさには限界がありました。日本初の電灯導入は明治8年のイタリア歌劇団の日本公演でした。当時の劇場はろうそくの薄暗い明かりが一般的でしたが、これをアーク灯による明かりで明るくすることはできないかと考えられました。そこで当時最新鋭の発電設備を準備し、電灯の実演とアーク灯によるこれまでにない舞台会場作りが計画されました。ところが設備に問題があり、日本最初の電灯による公演は失敗に終わりました。電灯の実演が成功したのは明治11年、東工大で開催された祝賀会でした。ここで初めて一般の人々の前にアーク灯による電灯が披露されました。ろうそくより明るい光に人々は驚き、これが日本最初の電灯の日とされ、開催日の3月25日は電気記念日として現在も伝えられています。この電灯披露宴の成功によって、電灯が火に変わる明かりとして披露宴参加者を伝って広く知れ渡っていきました。文明の明かりとして銀座で一般公開されたアーク灯は、大倉喜八郎が電気は便利であることを広めるために設置したものでした。このアーク灯の電力はアメリカのブラッシュ電気商会の直流発電機が利用され、ブラッシュ電気商会が日本で販売網を広げるために大倉喜八郎と協力し、宣伝用に設置したものでした。当時は電力会社も発電所もないため、簡易火力発電所を設置してブラッシュ式発電機からアーク灯に供給されました。ところがアーク灯の明るさに驚く人々が多い割に、これを事業として進める人は少なく、世間では消極的な考えが広まっていました。実は祝賀会で初めて披露されたアーク灯は発電機で点灯したものではなく、50個のグローブ電池を利用して1時間点灯する予定でしたが、設備も不完全なため15分ほどで消灯していました。当時のアーク灯は炭素棒からアークが発生すると同時に炭素棒が徐々に燃えて短くなります。すると炭素棒との間隔が広くなると絶縁状態になり、
アークは消えてしまいます。そこで機械仕掛けなどにより炭素ボートの間隔を一定にすることで1時間程度の明かりを利用することができました。ところが明治8年のイタリア公演や祝賀会で利用されたのは固定した炭素棒のため15分ほどで自然消灯してしまったのです。そのため一つのアーク灯を続けて発光させるには絶えずアーク棒の差し替えとその操作をする人件費が必要であり、稼働費と採算が合わないことを実証してしまったのです。しかし諸外国では電気の利用が開始されていることから、日本も近いうちに電気が必要になり、整備が遅れると産業の立ち遅れとなる。電気を供給する電灯会社が今後必要になると祝賀会関係者は提唱しました。これにいち早く耳を傾けたのが大倉喜八郎でした。銀座に設置されたアーク灯はなぜ絶えず明かりを灯すことができたのでしょう。実はアメリカのブラッシュ社で発明されたアーク灯は連続運転12時間を可能としていました。当時のアーク灯は炭素棒が短くなると徐々に電極間の間隔が広くなります。そこでアークが弱くなると電磁石に流れる電流が弱くなり、掴んでいた炭素棒が一瞬外れ、炭素棒の距離が補正される構造になっていました。さらに炭素棒を2本設置して片側が炭素棒を消耗した場合、自動的に隣の回路に電流が流れ、連続運転12時間を可能にしました。大倉はこのブラッシュ社のアーク灯を購入と同時に専用の発電機もセットで購入することにしました。電灯の利用が進めば電気を供給する電灯会社が必ず必要になる。銀座のアーク灯の宣伝効果もあり、明かりを電灯に切り替える動きが徐々に始まりました。こうして明治19年、有限会社東京電灯が大倉組の片隅に開業しました。電灯供給を開始するにあたり、移動式の発電機ではなく発電所として設置する方針が打ち出され、東京都内の5カ所に火力発電所の建設が開始されました。東京電灯が初めて電灯を設置したのは明治16年に竣工した鹿鳴館でした。西洋文化の社交場として利用され、電灯が設置されたのは明治20年のことでした。ところが発電所がまだ建設中のため、電灯を点灯しようにも電気がありません。そこで移動式の小型発電機を設置して電灯を灯すことにしました。東京電灯は一見設備の備わった電力会社として発足したように思われていますが、実際は開業後に設備の建設に着手している奇妙な会社でもありました。当時発電所の建設資金を稼ぐために開業前にアーク灯による宣伝、広告などを掲示して顧客を集めました。ところが開業後に発電設備を建設する予定だったことから、当然発電所もなければ配電線もありません。そのため移動式の直流発電機と輸入された白熱灯を設置する奇妙な電灯屋さんと言われていました。ところが宣伝効果もあり、予想以上に需要が増加したことで設備も不完全な状態があだとなり、開業と同時にいきなりにも供給困難に陥ってしまいました。明治20年11月、茅場町に第2電灯局が設置されました。これが東京電灯最初の火力発電所です。開業当初は第1電灯局を中心として徐々に発電所を建設する方針を打ち出していましたが、予想以上の供給申請で発電所を早く建設する必要に迫られました。そこで第2電灯局の建設地に小規模な発電機を取り付け、これを仮設発電所として当面の間をしのぐことにしました。この仮設発電所こそが
東京電東最初の火力発電所となり、華々しい電力事業者のイメージとは全くかけ離れたものでした。第二電東局に設置された発電機はエジソン式の直流発電機が2台設置されました。その後、第二電東局として追加工事が施され、100キロワットの火力発電所として無事に竣工しました。現在も第二電東局は東京電東最初の発電所として記念プレートが設置されています。東京電東の開業前と開業後の発電機を比較すると、発電機の種類が大きく異なります。銀座のアーク島に利用されたのはブラッシュ式発電機。第二電東局で利用されたのはエジソン式の直流発電機。この2つの発電機は使用する電灯の特性に合わせた発電機ということです。アーク放電は発光時に大量の電流が流れます。祝賀会で短時間しか利用できなかったのは、アーク灯の構造上の他に放電時に大電流が流れてしまったからでした。そのため、その後開発されたアーク灯には安定器という電流を制限するコイルを回路に組み込むことで長時間の運用を可能にしました。さらにこの電流問題を改良したのが白熱電球でした。白熱電球にはフィラメントと呼ばれる発光部があります。このフィラメントは電気抵抗を持ち、一定の電圧を超えると発熱し、さらに電圧を高くすると発光を始めます。この原理に改良を加えて販売を開始したのがトーマス・エジソンでした。この白熱電球の登場により、アーク灯との利便性が比較され、徐々にアーク灯は姿を消すことになりました。アーク灯は 50V 程度の低電圧、高電流型。白熱電球は 100V 程度の高電圧、低電流型。2つの電灯は異なる電流、電圧のため、同じ発電機で運用することが困難でした。エジソンをはじめ、各社の発電機は、回転子と呼ばれる磁力部分に導線を巻きつけて発電をする構造でした。さらにこの磁力は固定子の鉄芯を伝わってコイルで昇圧することで高い電圧を得る構造でした。ブラッシュはこの構造では磁力の伝達が悪く発電効率を下げている要因としてこれを大幅に改善することにしました。それが現在の発電機の基礎となる回転形状を発明しました。鉄芯を短くし回転子の巻き線方法を発電機の極数に合わせることで強い磁力を効率的に伝達することで今までにない高効率の発電機を設計することができました。そのためブラッシュ式発電機は低電圧仕様のため通常の発電機に比較して小型でしかも高出力なのでアーク灯用の発電機として最適とされたのです。ブラッシュ社は自動制御方式のアーク灯と独自の発電機をセットとして販売することで最も効率的運用を実現する伝統設備としたのです。このブラッシュ式発電機が伝統局に導入されたのは明治21年6月に竣工した第一伝統局のみでした。ブラッシュ式発電機が3台設置され皇居とその周辺で利用され当時のアーク灯は現在も日比谷公園に残されています。その後 25kW のエジソン式の発電機が11台導入され最も規模が大きな発電所となりました。第一伝統局のほかにブラッシュ式発電機が導入されていないことから東京でもそこまでアーク灯が普及せず白熱電球が普及していたのがよくわかります。文明の明かりの舞台となった銀座のアーク灯は
大蔵組の事務所前に設置されたものでした。大蔵組から発足した東京電灯は事業拡大に伴い一時的に第二電灯局の近くに事務所を間借りしていました。当時の2階建ての建物が東京電灯が開業して最初の事務所と言われています。明治21年12月、銀座の中心街に第三電灯局が設置されました。設備は第二電灯局と同じものが導入され、運転開始と同じ頃に事務所も再び第三電灯局の敷地内に引っ越しました。第三電灯局の建設以降、配電線の整備、電灯局の建設が一段落を終え、従来の可動式発電所の担ぎ屋の東京電灯から電灯会社としての日本を代表する東京電灯へ成長し、経営も安定を迎えました。さらに一般配電も普及を始め、東京駅を中心に電灯の明かりが東京の夜を灯すようになりました。東京電灯の開業当初は発電した電気は明かりとしての利用が一般的でした。そのため電気の利用は夜間に集中して日中の電気の利用はほとんどありませんでした。そんな中、電気の利用方法を大きく変える新規事業がひそやかに進んでいました。明治5年、横浜新橋の 29km に日本初の鉄道が開通しました。これまでの徒歩や馬による移動から蒸気動力で移動する文明開化の象徴となる鉄道事業が幕を開けました。ところが、鉄道設備の大半はイギリスから輸入したもので、これを民間で運営するには初期投資が膨大になることから、なかなか普及することはありませんでした。そこで蒸気機関を利用せずに代わりに馬に客車を牽引させる馬車鉄道が明治13年東京に誕生しました。これが東京馬車鉄道と呼ばれるもので、現在の東京都交通局になったと言われています。東京馬車鉄道は駅を起点として東京の名勝地の隅々まで建設されました。鉄道が日本に導入されてから馬車鉄道は日本各地に導入され、現在も各地でその跡を見ることができます。馬車鉄道が普及を開始する少し前、明治10年、内国勧業博覧会が上野公園で開催されました。諸外国の産業技術を紹介するものであり、西洋文化を幅広く取り入れるための催し物の一つでもありました。この内国勧業博覧会は数回実施され、その中でも第3回内国勧業博覧会では東京電灯が日本に広く普及した乗り物を紹介することになりました。それが電車です。明治23年、上野公園で博覧会が開催されることになり、東京電灯は日本初の電車の運行を開始しました。車両はアメリカ製でスプレーグ式車両を2台運行し、明かりの電気が人を運ぶことができる。馬よりも速く人を多く運べる。これが電鉄事業の先駆けとなり、日本各地から電車を見に来る人で殺到しました。馬車鉄道が普及した当時からすると、馬に代わる乗り物が登場しただけでなく、レバー一つで始動でき、停車もスムーズなど夢物語そのものと言われていました。この博覧会の目玉となった電車の電力は神田の第四電灯局から電力を送ったものでした。博覧会で運転された電車はアメリカ製で 10kW 程度の電動機が設置されていました。ところがこの電動機を動かすには 500V の電圧が必要とされました。東京電灯が設置した電灯局では
発電機1つでは 125V の電圧しか出力することができません。そこで発電機を4つ直列に接続して直流 500V を発電し、これを電車の架線に接続して博覧会の電車を運転していました。そのため第4電灯局だけは 500V の配電ができる東京電灯最初の電鉄用設備でもありました。博覧会の期間中、浅草に新しい名勝地ができました。明治23年、浅草公園に東京新名所として凌雲閣が建設されました。地上12階建てで高層建築の先駆けとも言われ、大阪の凌雲閣をしのぐ高さを誇り、浅草のシンボルの一つとされました。この凌雲閣の中央に設置されたのが日本最初のエレベーターでした。当時はエレペートルと呼ばれ、8階まで運転され10階まで階段になっていました。さらに11階から12階は木造建築で東京を一望できる高さでした。この凌雲閣のエレベーターには大型の電動機が設置され、電気を明かりとしてではなく物を動かす動力として利用されたのは東京電灯として最初の一般向け電力供給となりました。当時の資料が現在ほとんど残されていませんが、当時の文献を調査したところ、凌雲閣に利用した電動機はアメリカのスプレーグモーター社の7馬力の直流電動機が導入され、他の機械類、ワイヤーなどは石川島造船所の製造でした。凌雲閣を訪れた人は電気で物を動かすことができるなど、初めて見る動く電気は人々を驚かせました。ところがこれには後日談がありました。当時導入したスプレーグモーター社の直流電動機は単なる電動機ではなく、回生ブレーキ機能がついた電動機でした。現在の電気自動車や電車に多く利用されている制御方式のことです。エレベーターを巻き上げるときは電動機として電力を使用し、エレベーターを下ろすときはブレーキ機能として発電機として配電線に電気を戻すことが可能な特殊な電動機でもありました。通常こうした運転をする場合は、抵抗器に回生時に発生した電気を消費させるように回路を切り替える、または並列に回路上に抵抗器を組み込むのが好ましいとされています。ところがエレベーターが稼働する日中は電灯を利用することもないので、電動機から発生する電気は行き場がなくなり、電動機を加熱してしまいオーバーヒートする問題が発生しました。もともとスプレーグモーター社の電動機は日本最初の電車の運転をしたあのスプレーグ社のもので、スプレーグ電気鉄道社の電動機として製作されたため、複数台の電車の運行をスムーズにするものでした。この方式は回生電力の有効利用として現在の鉄道事業で多く導入されています。こうした問題によりエレベーターの故障停止が相次ぎ、日本最初のエレベーターは危険なものであるとご認識され、運転開始から半年で警察によって運転停止にされてしまいました。このエレベーターは再稼働することもなく、凌雲閣の経営者は設置者の東京電灯に設備を返却し、設備費用の返却を命じました。ところが東京電灯は支払いできないと言いました。これをめぐって東京電灯と訴訟問題に発展しましたが、3年後に和解合意しました。ところが明治27年、明治東京地震により建物に亀裂が生じ、エレベーターは撤去されてしまいました。エレベーターが再び設置されたのは電気技術が飛躍した大正3年のことでした。凌雲閣の大改修と同時でしたが、電気も一般に普及したことで当時のような人気を得ることはできませんでした。東京電灯の伝統、電力の宣伝活動の一部である凌雲閣、博覧会の影響もあり、電気が物を動かす
動力として利用できると分かると、新聞社などの印刷機に利用され、徐々に電力利用が普及を始めました。それと同時に、当時の電気設備が抱える大きな問題が、東京電灯を中心に具現化していきました。ご視聴ありがとうございました。次回作を急いで制作しております。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。